部長、一大事です。すぐに来てください。一体何があった？どこへ行くというんだ？部長はわけがわからないといった様子で俺についてきた。とにかく大変なんです。早く来てください。40年以上がむしゃらに働いた会社を今日定年退職する部長。俺はどうしてもこの人をあの場所に連れて行かなければならなかった。こちらです。そっとドアを開けると、そこには暗闇が広がっていた。真っ暗じゃないか。これは一体。部長は恐る恐るその部屋に足を一歩踏み入れる。次の瞬間、まばゆい光に包まれ、部長は衝撃の光景を目撃するのだった。俺の名前は滝沢正人、22歳。この春、名門大学を卒業し、日本を代表する大手食品会社のあずさ食品に入社。1週間の新人研修期間を経て、今日から所属の営業部に初出勤だ。最寄りの駅から歩いて7分。目の前にそびえ立つ巨大な本社ビルを見上げて、俺は少し緊張していた。気合だ。俺はそうつぶやいて、頬を両手で叩いた。いざ正面玄関をくぐろうとしたとき、玄関横の植え込みからガサガサと音がした。なんだ？不思議に思い近寄ると、このビルの清掃員だろうか、作業着姿の高齢の男性が蜘蛛の巣や葉っぱを頭や服につけて植え込みの間から出てきた。うわ、あなた何やってるんですか？俺は驚いて男性に声をかける。ヒナ、ツバメのヒナが落ちてた。見るとゴム手袋をはめた男性の両手の上に一羽のツバメのヒナが乗っていた。ツバメ？見上げたビルの軒先に確かにツバメの巣がある。植え込みの上に落ちたから怪我はないみたいだな。巣に戻してやらないと、そこの脚立を巣の下に立ててくれる？男性は植え込みの下に寝かせておいていた脚立を見ていった。脚立？俺今から仕事なんで、親鳥が帰ってくる前に早くしないと。男性は必死な顔で俺に詰め寄る。俺はしぶしぶ言われた通りに脚立を巣の下に立てた。人使いが荒いな。これでいいですか？ああ、いいだろう。じゃあ、これ使って。男性はそう言って自分のズボンのポケットに挟んでいた新しいゴム手袋を顎で刺した。は？意味がわからず男性を見ると、この子を巣に戻してきて。男性はそう言って満面の笑顔で俺にヒナを差し出した。いや、無理。そんなの触ったことないし。さすがに抵抗を感じて後ずさりする俺に、私は腰を痛めてるんだよ。ヒナを落とすといけないから頼むよ。と男性が顔をしかめて言うので仕方なく、俺はゴム手袋をはめて片方の手にひな鳥を持ち脚立を登った。たく、なんでエリートの俺が朝からこんなことを。ぶつぶつ文句を言いながら脚立を登り、そっと巣を覗き込む。するとそこには黄色いくちばしをしたかわいいヒナたちがいた。そのかわいさに思わず笑みがこぼれる。俺は慎重に落ちていたヒナを巣に戻す。ヒナはすぐに他の兄弟たちの間に潜り込み、体を温めている。もう落ちるんじゃないぞ。俺はそう声をかけて急いで脚立を降りた。親鳥が帰ってくる前に離れよう。男性は俺を離れた場所に連れて行き、こう話す。このビルが建った翌年から毎年あそこに巣を作るようになってね。もう20年以上前になるかな。今年も元気に育ってくれるといいんだが。へえ、会社の歴史の一つなんですね。やば、俺行きますね。
俺は腕時計を見て慌ててゴム手袋を返しながら言った。始業時間が迫っている。ああ、ありがとうね。助かったよ。あ、そうだ。脚立とか散らかしたものをちゃんと片付けておいてくださいよ。俺は立ち止まり、社員として少し上からの態度で言い残す。わかった。男性は笑顔で手を振った。営業事業部と書かれた広いフロアは始業時間前だというのに活気があり、たくさんの社員がすでに仕事に取り掛かっている。俺は所属の相馬営業課長に挨拶をした。1週間の研修お疲れ様だったね。プログラムをこなすのは大変だったろう。噂は聞こえていたよ。名門大卒のエリートはやっぱり優秀だって。課長は40代で体育会系のまさに営業マンというような明るく快活な人だ。いえ、そんな、班の仲間と協力してなんとか、いろいろと勉強になりました。俺は謙遜してそう言ったが、実際のところ、班の仲間は皆やる気がなく、研修期間をなんとか無難に終わればいいと思っている奴らばかりだった。俺のことをエリートと陰で馬鹿にして、面倒なことはすべて俺に押し付けたり、だから研修の最後に発表する課題はほとんど俺一人で完成させたのだ。課題は高い評価を得たものの、研修のもう一つの目標である同期の親睦を深めるは俺だけ未達成に終わった。課長は大いに期待してるよと笑って俺の肩を叩き、俺を課の人たちに紹介してくれた。そして、そこの空いてる席が君の席だから、と俺に言って、鮎川と同じ課の女性を呼ぶ。3年先輩の鮎川しおりさんは小柄だが元気の良いパワフルな人だ。入社式で新入社員の世話役としていろいろと教えてくれた。男性が多い職場でも物おじせず、ハキハキと喋るところがとてもかっこいい。髪型もショートカットで軽快な印象だった。いろいろと細かいところから教えてやって。課長は彼女にそう言って、俺の肩をポンと叩いて立ち去った。滝沢です。よろしくお願いします。俺は鮎川先輩に頭を下げる。鮎川です。わからないところがあったら何でも聞いてね。鮎川先輩はそう言って微笑む。しばらくすると営業部長が出社してきた。俺は慌てて部長席に挨拶に行った。部長、おはようございます。研修を終えて今日から、なんで？俺は部長の顔を間近で見て思わず大声を出した。なぜなら部長席に座ってにこやかに俺を見ている人は、ついさっきまで作業着を着て蜘蛛の巣だらけになっていた清掃員の男性だったのだ。さっきはすまなかったね。あれからすぐに親鳥が帰ってきてね。しばらく見守っていたけれど大丈夫そうだったよ。いや、清掃員の方だとばかり、大変失礼いたしました。俺は冷や汗をかきながら頭を深々と下げた。スーツを汚すとかみさんがうるさいから作業着に着替えるんだよ。悪かったね、驚かせて。部長はそう言って楽しそうに笑う。高松部長、また作業着姿で会社の見回りですか？この前木の上に引っかかったゴミを取ろうとして腰を打ったばかりなんですから、ほどほどにしてくださいね。はい、お茶どうぞ。鮎川先輩がそう言いながら温かいお茶を部長の前に置く。ありがとう。滝沢くん、慣れるまで大変だと思うけど頑張って。部長はお茶を美味しそうに飲みながら俺に笑顔を向けて言うのだった。俺はもう一度深々と頭を下げて自席に戻る。俺はやってしまったと頭を抱えた。人使い荒いな。たく、なんでエリートの俺が朝からこんなこと。脚立とか散らかしたもの
ちゃんと片付けておいてくださいよ。清掃員だと思い込み、部長に浴びせた数々の言葉を思い出す。体中から汗が噴き出した。鮎川先輩が向かいの席でクスクス笑いながら、そんな俺に声をかける。そんなに心配しなくて大丈夫よ。高松部長はそんなことで怒る人じゃないから。そうですかね。でもまあ、せっかくだから今回の失敗を教訓にするなら、先輩が前から身を乗り出し、持っていたボールペンで俺にインタビューする格好で聞いた。人を見た目で判断しない。俺は気まずいながらも即答する。骨身に染みていたから。はい、よくできました。鮎川先輩がそう言って笑うので、俺も苦笑いをしたのだった。高松部長は知れば知るほど素晴らしい上司だった。部長は高卒の叩き上げで、営業畑一筋にここまで来た根っからの営業マンだ。高卒で部長という役職に就けたのは、そもそもこの会社が実力主義の会社だったのもあるが、やはり部長の地道な努力が大きいようだ。昔はパソコンとか携帯電話なんてなかったからね。計算するのはそろばん。手書き伝票はカーボン紙を挟んでボールペンで強く書くの。小売店を回って注文をもらうと、ファックスで注文用紙を送ってね。社員食堂で昼食をとりながら部長の話を聞くのは楽しかった。先輩社員がお客さんとの関係がうまくいかないとこぼせば、部長はうんうんとうなずきながら聞いて、昔は今みたいにメールなんかもないから、お客さんとのコミュニケーションは直接顔を見て話したり、電話で会話するしかないだろう。そしたらいつの間にかお客さんとの関係が家族みたいになってくるんだよ。同じ会社の営業でもあいつからしか買わないなんて言ってくれたりしてね。嬉しいんだよな、そういうの。部長は昔を懐かしむように遠い目をしていった。今はそういうわけにもいかないだろうけど、ビジネスメール一つとっても定型文だけじゃなくて、相手の気持ちになったり、温かい言葉を少し添えるだけで、受け取る側の印象は大きく変わるものだよ。季節の話でもいいし、趣味の話でもいいし、それだけでもお客さんとの距離がぐっと近づくんじゃないかな。皆大きくうなずきながら聞いている。今じゃ考えられないかもしれないけど、他社の営業さんとも仲良くなったりして、よく一緒に飲みに行って情報交換してたな。え？競合他社なのに仲良くしちゃうんですか？鮎川先輩が驚いて目を見開く。要は、仕事は人と人との結びつきってことだよな。部長はそう言って笑いながらうなずくのだった。気がつくと部長の席の周りにはたくさんの社員が集まっていた。部長は社員のみんなにとても慕われている。その人柄の良さだけではなく、上司として尊敬しているのだ。そんな高松部長、この会社のためにがむしゃらに働いておよそ40年。60歳の誕生日を迎えるこの月末に定年退職を迎える。退職後は高齢の母親が一人で暮らす田舎に夫婦で帰り農業をするそうだ。皆口には出さないが、この会社から部長がいなくなることが寂しくてたまらない様子だった。新入社員の俺でさえまだたったの1週間なのに、部長の存在が俺の中で大きくなっていて心の支えになっている。残りおよそ3週間。俺は部長からいろんなことを学ぼうと心に決めていた。ある日の朝、いつも通り出勤すると職場の空気がどんよりと重い空気だった。そもそもなんでこんなことになったんだ？確認はしなかったのか？隣の課の課長が
顔を真っ赤にして怒鳴っている。すみませんでした。とうなだれる男性社員。鮎川先輩に聞くと、男性社員のミスで今日新しくオープンする大手スーパーに納品予定の商品が届いていないという事態に。急遽支店の在庫から商品を手配し、なんとか事なきを得たらしい。新規の取引先で先方の担当が受注締め切り時間を過ぎてから発注書を送付していたようだな。先方が発注業務に不慣れなことは君も分かっていたんじゃないのか？だとしたら、どうしたら今回のミスを防げたと思う？高松部長は担当課長のように怒鳴り散らすようなことはしない。男性社員に何が問題だったのかを考えさせようとしているようだった。私がもっと積極的に先方の担当の方とのコミュニケーションをとっていれば防げたと思います。男性社員がそう言うと、部長はにっこり微笑んだ。君は確か新規の大口顧客をもう一件担当しているね。毎日忙しいだろう。時間に追われて大変だと思うが、そういう時こそ一件一件丁寧に仕事をすることが大事だ。どうかよろしく頼むよ。そして励ますように男性社員の肩を叩くのだった。部長への尊敬の念が高まるにつれ、部長が大切にしている人と人との結びつき、コミュニケーションという言葉を聞くたびに、俺は胸の奥に小骨が刺さっているような痛みを覚えた。新入社員研修の時のことだ。思えば、俺たちの班は最初から変なムードだった。商品開発部の佐野という男が班長だったのだが、佐野は何をやるにも俺に了解を取った。そして俺が何か言うと、エリートのおっしゃる通りに、と言って他の連中とニヤニヤと笑うのだ。こうなってしまった原因は、一番最初の課題で佐野が考えたプランに口出しをしたことが原因じゃないかと、なんとなくは分かっていた。しかし、自由に意見や情報を出し合いながら、より良い結論を出すことは、仕事をする上でとても大事なことだ。それぐらいでへそを曲げるなんて子供じゃあるまいし。と、俺は半ば呆れて、佐野や他の仲間を見下していた。その気持ちが言葉や態度に出ていたかもしれない。もし、俺が相手の気持ちになって行動することができていたら、今頃他の班の奴らのように連絡先を交換して良い関係を築けたんじゃないか。そう考えて後悔に似た自己嫌悪に陥ったのだった。そんな中、俺は鮎川先輩が担当している大型複合施設での新商品のプロモーションイベントの手伝いを頼まれた。こうした販促イベントは、その企画の内容で売り上げに大きな差が出ることもあるので、鮎川先輩も気合が入っているようで、販売促進部や商品開発部にも応援を出してもらう予定らしい。ちなみに、商品開発部からは同期の佐野が呼ばれている。俺は正直気が重かった。イベント当日、複合施設のイベント広場でブースの設営をしていると応援の社員たちがやってきた。佐野は俺を無視するように振る舞った。皆さん、今日はよろしくお願いします。鮎川先輩が応援社員に頭を下げる。そして俺と佐野を呼んだ。二人には大事な仕事があるの。ちょっとこっちへ来て。先輩はそう言ってテントの裏に連れて行く。そこには段ボールからはみ出したキャラクターの着ぐるみがあった。じゃじゃーん！あーちゃんとズーくんでーす。え？俺たちは固まってしまった。あーちゃんとズーくんというのは、あずさ食品のイメージキャラクターで赤いトマトの顔をした女の子と象の男の子だ。入社する前、ショッピングモールやテレビ CM なんかで時々見かけてはいたが、二人にはこれを着てもらいます。
イベントが始まったら登場してもらうからね。よろしくね。鮎川先輩はそれだけ言って逃げるようにその場を立ち去る。いや、ちょっと、先輩！俺はしばし呆然とした後、佐野を見て聞いた。どっちが、あーちゃん、やる？それは重要な問題だった。なぜって、あーちゃんは赤いスカートを履いていたから。イベントは大成功に終わった。たくさんのお客さんがブースに足を止めて新商品の試食をしたり、ゲームやくじ引きを楽しんでくれた。おかげでその日準備していた商品は完売。鮎川先輩は大きな手応えを感じているようだ。二人ともお疲れ。子供たちに大人気だったじゃない。あーちゃんとズーくん。特にあーちゃんのひらひらの赤いスカートが可愛かったわ。先輩は息を切らして地べたに座ってる俺たちをからかいながら言って、冷たい麦茶を渡してくれた。俺は赤いトマトの被り物を頭から乱暴に取って、お役に立てて光栄です。と少しムッとした態度で言う。佐野はそんな俺を見て、てか、結構ノリノリだったじゃん。と言って笑った。なんだと？と何か言い返そうと思ったが、俺もつられて笑ってしまったのだ。その後、上りやポップ、縦看板などの片付けを手伝った。作業している俺に背中を向けて作業していた佐野が不意に声をかけてくる。研修の時は悪かったな。え？俺は驚いて佐野を見た。お前、前評判がすごくてさ、名門大学での超優秀な奴がいるって。お前は知らなかっただろうけどさ、だから俺たちお前に馬鹿にされないようにって、研修でどんなことやらされるんだろうっていう不安もあったし、変なスイッチが入ってたみたいだ。佐野は振り返って俺の目を見てこう続ける。自己嫌悪だった、あれからずっと。班の他のみんなもきっと同じだと思う。本当にすまなかった。佐野は深々と頭を下げた。俺はそんな佐野に近づいていった。俺は相手の気持ちを考えることができなかった。態度や言い方もおかしかったし、俺も緊張してて変なスイッチ入ってた。俺の方こそごめん。俺は佐野に深々と頭を下げる。お互いこれから頑張ろうな。俺たちは顔を見合わせ、お互い照れ笑いしながら握手を交わし、連絡先を交換したのだった。後日デスクで仕事をしていると、鮎川先輩が声をかけてきた。佐野くんと仲直りできた？どうして？俺は驚いて顔を上げる。二人に着ぐるみをやらせてはどうかって、高松部長の提案なのよ。俺は思わず立ち上がり、連休消化で休んでいる部長のがらんとした席を見た。あと何十年働いたら部長のようになれるのだろう。こんなに大きな素晴らしい上司にたった1ヶ月でもお世話になることができて本当に嬉しい。俺は目頭が熱くなった。高松部長の送別会当日。幹事の一人の鮎川先輩は通常業務の他に送別会の準備でここ数日は本当に大変そうだった。当初はどこかのおしゃれな会場を借り一流シェフを呼んで盛大に送別会を行う計画を立てていたが、あまりにも参加人数が多いため、急遽本社ビルの大会議室を使わせてもらうことになったらしい。何より会社を心から愛した部長が一番喜ぶのではないかという上層部の意見が大きかった。豪華なビュッフェ形式のケータリングを事前に注文して、会場の設営や飾り付けは社員たちが仕事の合間に協力して行った。
手作り感いっぱいの愛情のこもった会場は始まる前から温かい空気で満たされていた。開始の2時間前にケータリング会社から料理が搬入され、テーブルセッティングしてもらい、これで全ての準備が完了と胸をなで下ろしたとき、どういうことですか？鮎川先輩の大声が会場中に響き渡った。手伝っていた社員が皆先輩のもとへ駆け寄る。頼んでおいたはずの一部のお料理がないんですけど、いただいた注文確認書にはちゃんと記載されてるんですよ。先輩が珍しく声を荒げている。どうやらケータリング会社のミスで料理の一部が届いてないらしい。先方はひたすら謝り続けて代替案を出してきたが、それでは開始時間に間に合わない。これじゃテーブルがスカスカじゃない。部長に恥をかかせることになるわ。もうどうすればいいの？俺はその時、会場の飾り付けが入れられていた空き段ボールに目を留めた。それはうちの会社が扱っている商品のロゴが入った出荷用の段ボールで、先輩、これですよ！俺は頭を抱えていた鮎川先輩の肩を掴んだ。送別会開始時間の10分前、部長は応接室で相馬課長や他の社員たちと談笑していた。俺はそこへ大慌てで飛び込んだ。部長、一大事です。すぐに会議室へ来てください。滝沢くん、どうしたんだ？そんなに慌てて。部長が慌てて立ち上がる。とにかく早く、大変なんです。急いで。部長はわけがわからないといった様子で俺についてきた。こちらです。俺がドアを開けると、そこには暗闇が広がっていた。真っ暗じゃないか。滝沢くん、これは一体。と部長が会場に一歩足を踏み入れた瞬間、クラッカーの音とともに照明がつき歓声が上がる。高松部長、長い間お疲れ様でした。会場には100人ほどの人たちがいて、惜しみない拍手を送っている。部長はたちまち笑顔になって、なんてことだ、と目を潤ませた。出席者の中には外部の取引先の担当やビルの警備員、社員食堂や清掃のおばちゃんたちまでもがいて、誰からも愛された部長の人柄がうかがえる。挨拶や乾杯が済むと、皆部長を取り囲んで食事をし、歓談した。滝沢くん、さっきはいいアイデアを出してくれてありがとう。おかげで助かったわ。鮎川先輩が佐野や他の同期たちと談笑していた俺のところに来て、深々と頭を下げる。足りなかった料理の隙間を埋めるために、俺が考えたアイデアとは、自社商品のささっとできるシリーズを使ったアレンジ料理を作るということだった。それからすぐに商品開発部の佐野に連絡。調理室を貸してもらって倉庫にあった使えそうな自社商品をかき集めて、他の具材は調理室や社員食堂で借りた。同期たちが調理を手伝ってくれた。特に料理好きの佐野はプロ顔負けのアレンジで、とてもレトルトを使っているとは思えないような料理をいくつも作った。豪華なケータリングの料理の間に並べても見劣りしていない。佐野に助けられました。俺がそう言うと、先輩は佐野に頭を下げた。佐野くん、ありがとう。佐野くんの料理を食べて、百貨店や小売店の担当が相馬課長に商品について質問していたわ。売上倍増にもつながるかも。お役に立ててよかったです。佐野は照れくさそうに頭をかく。そこに高松部長が来てくれた。滝沢くん、みんないろいろと苦労をかけたようだね。ありがとう。そう言って俺たちに頭を下げる。それにしても、
この商品がこんな豪華な料理に変身するなんて見事だなあ。鮎川先輩が皿に料理を取って部長に渡す。ありがとう。うまい。この商品は実は販売開始当初はあまり売り上げが伸びなくてね。でもあれは。部長は料理を食べながらそれぞれの商品の思い出を懐かしそうに話してくれた。そして最後に、何よりのごちそうだったよ。と言ってくれた。短い間ですけど、大変お世話になりました。部長から教わった大切なこと、決して忘れません。俺たちは並んで部長に深々と頭を下げる。部長は、そんな俺たちをツバメのヒナを見守るように優しく見つめるのだった。その後も皆時間の許す限り部長との思い出話に花を咲かせた。そんな中、サプライズで部長の奥さんが会場に来られてお互いに花を贈り合ったシーンは会場の涙を誘った。最後に壇上で挨拶をする高松部長。溢れる涙をハンカチで拭いながらこう言った。私は明日から妻と共に新しい人生を歩みます。その旅立ちをこんなにたくさんの素晴らしい仲間に見送ってもらえてどれほど心強いか。皆様の温かいお心を力に変えて頑張ります。本日は本当にありがとうございました。そして部長は奥さんと一緒に深々と頭を下げた。その後、二人はみんなで作った花道を割れんばかりの拍手に包まれて歩き、晴れやかな表情で会社を後にしたのだ。俺はその様子を見ながら溢れる涙を拭いもせず、いつまでも拍手を送り続けたのだった。数日後、朝、俺は会社の正面玄関の脇に立って空を眺めていた。そこに出勤してきた鮎川先輩が不思議そうに俺に声をかける。おはよう。何してるの？こんなところで。あ、おはようございます。すだちです。ツバメの。俺は電線に止まっている巣立ったばかりの幼いツバメを指さして言った。あ、ほんとだ。かわいい。ちゃんと飛べるかな？俺は心細そうなツバメに自分を重ねて見ていた。あ、また！鮎川先輩が巣から飛び立ったもう一羽のツバメを指さす。すると突然、電線のツバメはそのツバメに勇気をもらったように勢いよく飛び立ったのだ。よかった。俺はほっとして胸をなで下ろす。あ、そろそろ行かないと。滝沢くん、朝のミーティングに遅れないでね。先輩はそう言って俺に背を向けて歩き出した。あ、はい、すぐ行きます。俺は慌ててあたりのものを片付ける。すると先輩が立ち止まって振り返った。そして俺に向かって笑顔でこう言ったのだ。作業着似合ってるじゃない？走っていく先輩の後ろ姿を見送って、俺は空を見上げた。部長の真似をしたところですぐに同じようになれるなんて思ってない。俺も巣立ったばかりのあのツバメのようにいろんな壁にぶつかりながらも少しずつ成長できたらと思っている。そしていつか力強く羽ばたく成長した姿を尊敬するあの人に見てもらいたいという夢を俺は密かに抱いていたのだった。